用水路を作る。2001年9月11日に起こったアメリカ同時多発テロ後の10月13日に行われた第153回国会、国際テロリズムの防止および我が国の協力支援活動に関する特別委員会第5号の中村哲氏の登壇場面でした。本当にアフガニスタンの実情を知って話が進んでおるのだろうか。率直な意見を持つわけでございます。現在の英米の蛮行の伴侶とみなされぬ活動こそ日本の安全保障であるとこう記されておるわけでありますが、私どもとしてはやはり我が国が当事者、そして国際貢献をすると、こういった意味合いにおきまして憲法の枠内でそれなりの努力をするわけであります。私が見る日本の現状というのははじめ、無限の正義の米国対悪の権化タリバンとの戦い、こういう図式で全てが動いておるということは、まず一つその前提がおかしい。中村参考人のお話は、日本は統一において大変評判も良い、そういった面で人道支援なんかをやっておけば自然とテロなんかなくなるんじゃないかというふうに聞こえるんですが、なぜこのビンラーデンやアルカイダがテロをやめるんですか。このあたりが常識的に考えられないんですよ。放っておいたら絶対にテロはなくならないと思うんですが、いかがですか。私はテロを封じる武力的な手段を否定しているわけではありませんね。テロの発生する土壌、根っこの背景からなくしていかないと、これはただ叩け叩けとげんこつだけではテロはなくならないということを言ってるわけです。本当に人の気持ちを変えるというのは、決して先ほども申しましたように武力ではない。やはりそれの発生する土壌、軍事評論家が一番知ってると思うのですね。私たち医者の世界で言えば、外科手術というのは最後の手段であって、やはりそのための手を打つ。これは政治家ではありませんけれども、私たちはそれが結果としてそういう効果が必ず現れてくると。今せっかく築き上げられている中東諸国、それから特にアフガニスタン、パキスタンの対日感情を温存すること、これは日本国民を守る観点から非常に重要なことではないかというふうに思う次第でございます。今俺たちが生きている世界の中では、人間として当たり前の感情の中に根付いてしまっているのが報復感情な気もするんだよ。インターネットにあふれる振りかざす正義なんて、これ見てください。こんなことやってるやついますよ。僕はまっとうに生きてるんでこんなこと絶対にしませんって感じでさ、実際に自分がやられたわけじゃないのにやり返してる人もいるじゃない。これって本当に怖い。人間の制御できない報復感情が恐ろしいんだよ。と同時に、やられてもやり返さないを実行し続けた中村哲さんって本当にすごい。というか、なぜ中村哲さんがそう言い続けられたのか、俺たちはもっと考えるべきだと思う。中村哲氏は自身がキリスト教徒でありながら、アフガニスタンの人々のためにイスラム教のモスクを建てました。多宗教であったとしても、一つの山を違う山道から登ってるだけという説明をしていたみたいです。私は前を向いて一
正義正論を振りかざす世の中は傷つけることでしか維持できない世界。その欲望を満たさなければ生きている実感を得られない。求め続ける求め続ける求め続けなければ生きていられない。ただ息を吸いただ見つめ合い抱きしめ合うことこそ誰にも与えられた唯一無二の権利だ。ただ生きるということ向き合う